なちです。今日は絶景道路をね走りながら特定の人にちょっとためになるかもしれない、ためにならないかもしれない話をしたいと思います。これを見てくれてるみんなって彼女とかいるかな。奥さん独り身、彼女がいる人で彼女もバイクに乗ってるよっていう人はどれくらいいるんだろう。私の体験上彼女もバイク乗りだよっていうライダーさんあんまり知らないんだよね。私のよく走ってたツーリングメンバーの T 君もそんな感じで彼女はいるんだけど、彼女はバイクに全く興味がなくてアウトドアとかそういうのもあんまり興味がないシティガールで、でも彼女と一緒に走れたら楽しいからどうにかして彼女をバイクに乗せたいっていう計画が始まったことがあってね。結論から言うと一緒に作戦を立てて彼女をバイクに乗せることに大成功して、でただバイクに乗るだけじゃなくて大型免許も取得してハーレー買ってでその後残念ながら T 君とはお別れしちゃったんだけど、今でも違うバイクを自分で買ったりとか、今はねキャブ車乗ってるの。キャブ車のメンテとかも自分でやっちゃうくらいもうバイクバカ女子みたいな、そんな子に成長進化したのだから今日はその時の作戦を伝授できたらいいかなって思います。まずね、大半の女性はバイクは全部一緒に見えてると思うんだ。っていうのも私も女友達に結構バイクに乗ってることを心配されるから気をつけてとか言われるんだけど、ノアチってスピード強なのみたいなことをねよく言われるの本当に。でその言われた時っていうのは忍者に乗ってた時じゃなくハーレーしか持ってなかった時で、ハーレーに乗ってるっていうのは知ってるのにハーレーがどんなバイクか知らないから、バイクイコールスピード強、めっちゃ速い危ないみたいなイメージがついてる人が多いみたいで、バイクに興味がない女性はきっとそんなもんだから、俺のバイクかっこよくないとか言われても私のアイシャドウ可愛くないって言われてんのと多分一緒で、どっちも同じピンクじゃんみたいな、わからんわっていう感じになっちゃうし、音かっこいいだろうとか言われてもわかんないと思います。全部一緒っていうか、なんならうるさい、静かにしてってなっちゃうと思うから、そこはぐっとこらえよう。バイク自慢はバイクの良さが分かる人にしよう。じゃあどんなアプローチをしてったらバイクの魅力が伝わってバイクに興味をまず持ってもらえるかっていうとね、まずはこの景色。この景色は車でもこの絶景は楽しめるし、車の助手席に乗るのが嫌いな女性はほとんどいないと思うんだけど、バイクの利点というか、これ前の動画で来たとこ、ブラフオイスターを求めてただの牡蠣を食べたとこでも美味しかったそう、バイクの利点といえばさ、こうフレームがなくて360度見渡せて風を感じて匂いも感じてっていうのは車にはなかなかカブリオレとかじゃないとできないと思うんだよね。バイク気持ちいいって思ってもらうことが一番いいのかなって思ったの。だからお近くにある普段お買い物とかで通らないような観光道路とか絶景道路とかに行くプランを立ててプレゼンをする。まずプレゼン、一緒に行きたいんだけどここすごい綺麗なんだよって見せたいんだって。でその中に美味しいご飯屋さんとかがあったらなおよし、そのプレゼンをして、いやバイクはちょっと車でいいよってなっちゃってもまだめげないで大丈夫、まだチャンスはあると思う。でその後にね、何をしたらいいかなって思うのは、ヘルメットとグローブは最低限必要でしょ。持ってないと思うからタンデムしたことない前提なんだけどね、それを買いに行く、一緒に買いに行くなんだけど、バイク用品店とかマジで興味ないと思うんだ。だって彼女がさ、新しい口紅欲しいからデパートに一緒に
買いに行きたいんだけど1時間くらい付き合ってって言ってもちょっとだるいって思っちゃったりしない多分同じ感じに見えてるから、まずは彼女の買い物に付き合ってできればなんかちっちゃいもの買ってあげたりとかして期限を取った後に俺もバイク用品店ちょっと寄りたいんだけどいいかなみたいな感じで連れてったらいっぱいヘルメットとかさ、今レディース用のコーナーとかも割とどこにもあるよね。そういうところに行って、あ、これとか似合うんじゃないかな、ちょっとかぶってみてよって言ってヘルメットとかかぶせたりして、で彼女も乗り気だったらもう買ってあげちゃいましょう。高いし興味のないものに大金を払いたくないです。人はそこは先行投資だと思って買ってあげてください。興味なさそうだったら型番だけ控えてこっそり今度買いましょう先行投資といえば余裕がある人じゃないとできないかもしれないんだけど、インカムがあるとここの景色綺麗だねって同じ時間を共有できるからすっごいいいと思う。でも結構高いからさ、しかもそれを2つ分買うとかさ、まあ、1個持ってたら1台分で済むかもしれないけど、バイクにこれから乗るか分かんないような彼女のために何万も出せるかっていうちょっとお財布と相談になっちゃうよね。まあ、買える人は買った方が絶対いいと思うし、買えない人はお友達から1日だけ借りるとかできたら最高だよね。やっぱ女性は車と比べちゃうと思うんだよね。同じ乗り物だから。で車だとおしゃべりできるのにバイクだと目的地に着くまでずっと無言でいないといけなくて暇だなつまんないなってなっちゃうかもしれないから、これもあった方がいいと思う。あと他に先行投資しなきゃいけないのは車体。これも本当に一番重要かもしれない。車体は T 君はその時何乗ってたかな。確かパンショベ乗ってたと思うんだけど、パンヘッドとショベルヘッドのハーフのハーレーのバイクで、まあ、いわゆる旧車だよね。全然弾力性がないバイクでもう多分5分乗ったらガクガクになっちゃう感じで、あれはタンデムできなくはないんだろうけど、一応なんか布みたいなのがついてたんだけどさ、フェンダーに。あれ多分見た目だけだよ。もうフェンダーの上に板乗ってますみたいな感じで、どんなにバイクが好きな人でも乗りたくないよね。あれは5分も乗ってらんないと思う、本当知りたくて。だからそこは本当にそのバイクに乗せたら一発でバイク嫌いになるからやめなさいって言っておすすめしたのは2種類あって、一つは同じハーレーのツアラーって呼ばれる、まあ、いわゆるハーレーだよね。画像出しとこう、オフィシャルから引っ張ってこよう。こういう感じのゆったり座れる遠くに行く用の快適性を求めたもはや車みたいなバイクで、もう一つはビッグスクーター。ビッグスクーターはもう2班でも何でもいいと思う。ほんとで、ツアラーはハーレーだと高いけどどのメーカーでも高いか借りるの。まあ、ホンダさんだとゴールドウィングとか出てるよね。何が言いたいかっていうと、大事なのは背もたれがついてると後ろに寄っかかれるし、風で飛ばされるっていう不安がないからすごくいいと思うんだよね。あとシートがふかふかな点、お尻が痛くなっちゃったらしんどい旅になっちゃうから、ふかふかシートでソファーに座ってるみたいな感じで楽しめるバイクがいいと思う。あと女性は荷物も多いからハンドバッグを抱えてタンデムとかすごい怖いし、私もちょっとできないと思う。それはなかなか怖いよね。だからちゃんとバッグをしまえる収納がついてるバイクがいいと思うな。そしていざタンデムツーリング当日、ここでやりがちだと思うのは、どうバイク楽しいでしょ、最高でしょ
楽しさわかんないと思うから。わかる。彼女はもうバイカーのソスターリ。でも大体は結構風疲れ、風が苦しいとかうるさいとか、落ちるのが怖くてしがみつくのに必死だとか、そういう感じになるんじゃないかなって想像。めっちゃ飲んだ。片手で飲んだよ。ああそうなんだっけ、何の話だっけ。そう辛いことも多いと思うから、まずは楽しいだろうどやーじゃなくて、大丈夫、疲れてない、辛くない、いつでも帰れるからねって気遣って声掛けをしてあげると、とっても喜ぶと思う。これはバイク乗る乗らない置いといても、デート中は気を使ってくれたら超モテると思う。で休憩ももちろんこまめに、もう30分に1回くらいサービスエリアに寄ろう。サービスエリアにやったらソフトクリームが売ってると思うから、そこでソフトクリームを買ってあげよう。でソフトクリームはさらにクレミアだとなおよし。クレミアバニラ味最高。もう一高だよ。私もバイク乗るってなる。クレミア食べたいからバイク免許取る、バイク買うってなるかな。これで彼女がバイクが楽しいって分かってくれれば、ワンちゃん私も一緒に走りたいから免許取るみたいな話になってくれるかもしれないと思うんだよね。そしたら晴れてカップルライダー成立。きっと楽しい、一緒に走ったら。でも大半の女性はバイクに興味がないことを忘れないで。成功率は多分低いと思う。でも1回しかやってないのに成功したし、その子は本当アウトドアとかも興味ないタイプのシティガールだったけど、完璧なバイク女子になったから、今んとこ成功率 100% なんだよね。もし誰か試したら成功したか教えてほしいな。どうだろう、ためになったかな。結構ニッチなお話になっちゃったかもしれないんだけれど、彼女じゃなくて奥さんはいるけど、奥さんはなかなか乗らないだろうなって思ってる人は、奥さんにバイクの良さを伝える、説得する話も今後できたらいいなって思ってます。奥さんがいなくて彼女もいない人はコメント欄に好きなラーメンのそれでは参考にな